はいどうも。今年もジャンク修理や DIY をやっていくのでよろしくお願いします。新年一発目の動画は、ジャンクファイヤータブレットを修理します。メーカーはもちろん Amazon。世代はおそらく第8世代で、ジャンクリーは充電ができないとのことです。充電なのでバッテリーがダメかなってところですね。まずは外観から確認していきます。正面、画面側ですね。左上に小さな欠損があります。表示部分は液晶保護フィルムが貼ってあるので綺麗だと信んでおきます。このまま再利用したいんですよね。このままにしておきます。背面、擦れや傷ありますが大きな破損はなさそうですね。カメラのレンズも綺麗に見えます。外周は全体的に擦れや傷がありますね。SD カードのスロットも無事に見えます。SD カードは残念入ってないですね。そして物理操作面ですね。ボリュームのプラスマイナス。これも少し割れてますね。で、イヤホン。おそらくマイク。で、電源ボタン。この部分に割れがありますね。今発見したことによって、とても簡単な修理になると思います。バッテリーが無事ならですけどね。おそらく原因であろうマイクロ USB 端子の拡大がこれですね。中が折れてしまっていて、端子もあらぬ方向に出てしまっています。これはコネクタ変えるだけで治るかもしれないですね。新年早々ラッキージャンクの可能性が高くなりました。次に動作確認をしてみます。充電できないとのことなので電源は入らないと思いますけどね。電源ボタンを押してみます。入らないですね。バッテリーの残量もないようです。電源ボタン横のひびはおそらくケースを開けた時にできているものだと思うので一度開けられている個体かもしれないですね。コネクタは挿したまま落としたって感じじゃないですかね。早速分解していきます。背面カバーの中に画面ユニットが入り込んでいるタイプなので、隙間からこじ開ければ開くと思います。最近の世代だと接着剤で固定になっているかもしれませんが、このタイプは楽ですね。背面カバーを開けるとこんな感じになっています。バッテリーは見た感じ無事そうですね。メイン基板はこんな感じですね。ほぼシールドで覆われてますが、こちら側から見た感じでは無事に見えます。コネクタを交換するためにメイン基板を外してしまいます。おそらくタッチパネルのケーブルですが、メイン基板に貼り付けされているのでこのままにしておきます。あとはスピーカーのケーブルを外してしまいます。次にネジを外します。見た感じ見えるのが1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね。裏側こんな感じになっています。タッチパネルのケーブルも外した方がやりやすいですね。外します。といってもこの裏にチップがあるんですよね。そこそこうまく剥がせたと思います。チップ側も無事といえば無事ですね。若干両面テープ剥がれちゃってますけどね。背面カメラも外しておきます。コネクタを外します。周り若干溶けそうなものなのでヒートガンではなくコネクタ自体をハンダゴテで加熱して外せないかやってみます。取れる気配がないですね。リセットできたのでコネクタを再び外していきます。先ほどの方は失敗でしたね。ショート動画で流れてくる方法だったんですが全然ダメでした。新年早々何か試してみたかったんですけどね。失敗しましたね。コネクタを破壊します。コネクタ交換するので破壊しても大丈夫ですね。4箇所切ってそれぞれ外すことにします。
中央のパターンが1本剥がれてしまいました。これ失敗ですね。とりあえず残っている4箇所の足を外してしまいます。5箇所あるうちの中央が剥がれてしまったのでパターンを修復します。中央右側のパターンも剥がれてきてしまったので修復しておきます。中央右側の修復終わりました。で、中央も修復したいと思うんですが、これの繋がってるところがないんですよね。で、おそらくこれがデータプラスになるはずです。データプラスがないんですよね。さらに少し掘ったところ、データプラスのパターン出てきました。これがデータプラスですね。一応修復できました。まあまあじゃないですかね。完璧じゃないですけど、通信できればいいので、これで OK とします。次、合いそうなコネクタを探します。以前購入した、この中にあればラッキーですね。端子は12種類あったんですが、使えるものはありませんでした。横幅があっていて、端子の位置も合ってるんですが、上下が逆になってしまいます。上下が逆になるってことは、プラスマイナスも逆になるってことですね。これはこのまま使えないですね。その中で見つけたのがこちらのコネクタですね。横幅も合わず、向きも逆になってしまうんですが、このコネクタをさらに逆に置きます。そうすると端子の位置がぴったり合うんですよね。そして付け具合ですが、元々のコネクタが下つらい位置だったんですよね。ちょっと出ますが、いい感じの位置に収まります。今足逆に上に出てしまっているので、これを向こう側にまっすぐ伸ばすって感じにすれば、固定用のパターンにもうまくハンダ付けできるようになると思います。加工していきます。加工といっても曲げるだけですけどね。セリアにホビー用マルチペンチというものが売ってたので購入してみました。これを使ってみます。
大きさ的にこんなもんですね。まあまあ力を入れやすいですが、先端がちょっと甘いですね。うまく削って合わせれば使いやすくなるかもしれないです。10倍の値段差にはかないませんね。加工できました。これを取り付けるとこうなります。パターンの接続はギリギリですが、まあハンダをうまく盛れば大丈夫だと思います。では取り付けていきます。コネクタの取り付けできました。そこそこ強度は出たんじゃないですかね。そこそこですけどね。次は実際に取り付けて動作確認をしてみます。まだ裏のカバーは閉めてませんが、この状態で電源が入るか試してみます。電源つないでみます。一応数値的にはこちらに出しておきますね。一瞬今 Amazon って出ましたね。0.239A なので充電はしてなさそうですね。電源ボタンを押してみます。押しても変わんないです。今気づきました。そもそもバッテリーのコネクタ抜けてます。これ繋がないと無理ですね。再び接続してみます。再起動を繰り返しているような数値になっています。電源ボタンを長押してみます。反応はないですが、数値が安定してますね。約 0.45A ぐらいですね。数値的にもバッテリーに接続してない時より2倍流れているので、充電はしてそうですね。このまま置いておきます。充電している間にケースの割れを修復しておきます。今回割れの修復に使うのは、こちら。網ですね。何かの網です。格安だったんですよね。これを使おうと思います。切って乗せてハンダでやるっていう、よくショートに流れてるやつですね。あれをやってみます。まずこの網を引っ張って密度を上げます。こんな感じですね。これを短冊状に切って使います。
電源ボタンの割れてる部分。狙いをミスって、その横を貼り付けてますね。これじゃダメですね。もう一度やります。熱をかけすぎると若干歪んじゃいますね。若干歪んでしまった部分はありますが、しっかり修復できました。結構強度も出ますね。充電途中経過です。0.632 アンペアまで増えましたね。数時間充電したので電源を入れてみます。数値結構下がりましたね。電源ボタンを押してみます。ロゴ出ますね。しっかり起動しました。起動したんですが、誰かログインしたままですね、このタブレット。リセットをかけておきます。リセットの方法は大体プラスかマイナスのボタンどちらかを押したまま電源を長押しですね。やってみます。出ましたね。ブートメニューみたいなものですね。今回はマイナスボタンを押したまま電源でしたね。リカバリーモードに入るとこんな画面が表示されます。で、2段目にあるファクトリーリセットをします。項目選択は音量プラスマイナスですね。で、電源ボタンで決定です。ファクトリーリセットをしてもいいかどうか聞かれるので、イエスにします。で、電源ボタンで決定です。これでファクトリーリセット完了ですね。再起動します。この状態で電源ボタンを押します。設定をスキップする項目があったのでスキップしてしまいましたが、しっかり起動できました。タッチ操作を試してみます。大丈夫ですね。スワイプもできます。起動まで確認できたので、清掃とまだ組み立てない部分を元に戻していきます。画面左上の欠損している部分を埋めておきます。何かの拍子に当たればバレそうですよね。埋めるのは簡単に UV レジンですね。こんな感じで修復できました。まあまあじゃないですかね。これがクッションになってくれて画面が割れるのを防いでくれればラッキーってところですね。
あとは裏面をはめるだけです。端末の登録までできたので最初の動作確認をします。タッチですね。これは先ほどもできてましたね。スワイプもできますね。大丈夫ですね。次カメラを試しておきます。内側のカメラ大丈夫ですね。正面カメラも大丈夫です。しっかり映りますね。映せませんが、ビデオの視聴も大丈夫でした。これ以上動作確認する項目がないので、これで完了ですね。ということで今回は Amazon Fire タブレットの修理をしました。まあ修理といってもコネクタ交換しただけなんですけどね。新年一発目なので簡単に直せてよかったってところで、あとはゴロゴロします。このチャンネルでは今回のようなジャンク品修理や出会いをしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。ゴロゴロのアイテムです。